こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は V ネックの T シャツの後編の動画になります。前回の動画で生地を裁断するところまで終わりました。まだ見てないよという方はぜひそちらの方からご覧ください。今回は実際に縫っていきたいと思います。意外とミシンで縫っていく工程は少ないので、あっという間にできるんじゃないかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めたいと思います。スタート！はい、ということで早速作っていきたいと思います。今回は生地を裁断した時に外表になるようにして裁断しました。内側の方が裏面になっているので、ちゃんとその辺間違えないように生地の裏側にこっちが裏面だよっていう印をつけておいてあげると間違わないかなと思います。では片身半身ずつ作っていきたいと思います。まずは生地を出来上がりの形になるようにして合わせてみてください。この時に前首周りとアームホールの方があるので、これを間違わないようにちゃんと前身頃の首周りと後ろ身頃の首周りで、あとはこっち側のアームホール同士がちゃんとね合うようにして出来上がりになるようにして置いてみて、生地を中表に合わせます。くるっと。で肩の部分を縫い代1センチで縫ってロックミシンをかけておきましょう。そしてこの肩の部分の縫い代は後ろ身頃の方に倒してあげて、でアイロンをかけておきます。後ろ身頃の方っていうのがね、前と後ろと身頃の形が似ているんだけど、裾の形がカーブで少し長い方が後ろの方なので、その辺間違わないように確認して、縫い代は後ろ身頃の方に倒します。はい、ここまで来たら首元と襟ぐりにバイアステープを縫い付けていきます。で本の中ではバイアステープの両サイドを折ってアイロンをかけておくような感じで書いてあったんですけど、もちろんそうやってバイアステープメーカーを持ってる人はそうやってしてあげてもいいんですけど、持ってない人はもうここね片方1センチで折ってあげればそれでいいかなと思うので、その方法の方が簡単かなと思うのでやってみてください。片方の身頃にバイアステープ2本、襟ぐりの分と袖ぐりの分と使うので2本とも1センチ折っておきます。はい、バイアステープの準備ができたら身頃と合わせて縫っていきたいと思います。私これ最初はアームホールのところをつけていきますね。身頃の表面とバイアステープの表面を合わせて縫い代 0.5 センチで縫っていきます。アームホールのところはカーブなので焦らずゆっくり進めていってあげていいかなと思います。バイアステープと身頃が縫えたら、このバイアステープの折った方をこんな感じで身頃の裏側に回し込む感じでアイロンをかけてあげます。この時にちょっとだけこのバイアステープを控えてあげる。少しバイアステープの方が内側に来ていて、外側にこの表の身頃のこの生地が飛び出てる感じになってると思うんですけど、こういう風にしてあげると、こうやって表から見た時にバイアステープの生地端がこんな感じで飛び出ないので、とっても綺麗なアームホールになります。なのでできる方は是非バイアステープをちょっと控えてあげる感じでアイロンをかけてあげてください。でこうできたらこのバイアステープを際のところで
留めてあげます。はい、こんな感じでアームホールが裏バイアスで綺麗に処理できました。これと同じ方法でこの首周りのところにもバイアステープをつけてあげてください。はい、という感じでアームホールと首周りの方の裏バイアスの処理が終わりました。で、こんな感じで余っているバイアステープビローンと余っているバイアステープは不要な分だけカットしておいてあげてください。で、これと同じものをもう反対側の身ごろも作ります。こんな感じで左右の身ごろを両方同じように首周りとアームホール作っておきます。ここまでできたら最初に裾の縫い代をアイロンで折っておいてください。縫い代2センチついているので最初に2センチで折って開いてもう半分に折っておいてあげるとこの後で楽かなと思います。ここまでできたらこの右と左の身ごろを合体させていきます。身ごろを中表に合わせて前中心と後ろ中心両方とも縫い代1センチで縫ってロックミシンをかけておきます。で、その際に裾の縫い代今折っておいたんですけどここは開いてでミシンで縫っていくようにしてください。で、縫い代は片方に倒しておいてあげてください。前中心と後ろ中心が縫えたらあとはこの両脇を身ごろを中表になるようにして合わせてで縫い代1センチで縫っていきます。この時も下の縫い代折ったところは開いてあげて縫ってあげてください。で、脇も縫ったらロックミシンをかけておきます。脇の縫い代は後ろ身ごろの方に倒してアイロンをかけておきます。で、このねロックミシンの紐がこんなピロピロっと出ているところはここでチョキンと切っちゃうとほつれてきちゃうので一回ぐるっとここで結んであげるか短いのだったらここをこんな感じでロックミシンの糸の縫い目のところに重ねてここをミシンで重ね縫いしてあげると綺麗に留まるかなと思います。はい、そうするとこんな感じでロックミシンのピロピロっていう糸が綺麗になりました。そしたら最後ですね、裾を三つ折りで折ってぐるっと縫ってしまいましょう。最後にちょっとだけ補足をしたいと思います。このブラウスとってもシンプルで簡単なんですけど最後裾を縫っていく時に一つねここのカーブの部分が結構急で縫い代2センチつけてるとなかなかアイロンでも折りにくかったりミシンでも縫いにくかったりしたんですね。なのでもし作る方はここの縫い代2センチじゃなくって 1.2 センチとか1センチで細い縫い代にしてあげて三つ折りにしてあげる、もしくはパターンのここのカーブの部分を直してあげちゃう。例えば少し丈をね短くしてもいいよっていう人はここの部分からこんな感じ、この後ろ中心は裾と平行になるようにこんな感じにちょっと裾を削ってあげるとここのカーブがなだらかになるのと、逆に丈はこのままがいいよっていう時にはここの脇の部分を延長してあげて
でこの裾につなげてあげる。そうするとこのカーブがなだらかになるので縫いやすくなるかなと思います。是非参考にしてみてください。はい、ということでじゃーん、完成しました。ちょっと着てみたいと思います。はい、こんな感じですね。なんかすごいすっきり爽やかな感じになったんじゃないかなと思います。色がね水色っていうこともあるんですけど、やっぱりねこんな感じでストライプが中心に向かってこうね V 字になって入っているので、すごくすっきりした印象になります。 V 字にね首元が開いてるのもこれからね暑くなる時にいいかななんて思います。とっても簡単なのでぜひ挑戦してみてください。それとちょっとだけお知らせで、次の動画でこの V ネックの T シャツをもう一回作りたいと思います。理由としてはこの袖ぐりをバイアステープで縫うとか、裾の部分を三つ折りに折って縫うっていうところを実はあるものを使うと一切せずに綺麗に作ることができちゃいます。それを紹介したいなと思うので、ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。もし動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価していただけるととっても嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。